こんにちは、村雲です。今回の動画は、久しぶりのサーキット走行動画となっており、愛知県にあるスパ西浦サーキットで開催された、とある走行会に参加してきましたので、そちらの様子をお届けします。それではご覧ください。まずは、サーキットのレイアウトを完熟走行の様子を介してお届けします。スパ西浦サーキットのレイアウトはこのようになっています。まず最初にメインのストレートを走った後に第1コーナーに入っていきます。ストレートは結構長く160キロ以上出ますので、ブレーキミスると止まりきらずコースアウトしてしまいます。そして第1コーナーを曲がるといきなり一番の難所である第2コーナーから第3コーナーにかけての下りながらの高速コーナーです。動画では伝わりにくいですが、このコーナー付近はかなり下っており、中途半端にブレーキをするとフロントに荷重がかかりすぎ、リアがブレーキしてオーバーステアとなり、立体交差のトンネルの壁面に衝突してしまいます。そこを抜けるとアクセルを踏み込み、第4コーナーへ向かっていき、そこからは S 字カーブが続きます。そこを過ぎると第7、第8コーナーと180度ターンが続き、こちらの区間に関してはスピードがあまり出せず我慢の区間かと思います。第8コーナーを抜けた後に第9コーナーの緩いコーナーまでスピードを乗せていき、第10コーナーで再び180度ターンを抜けストレートに戻ってきてアクセル全開というコースになっています。前半が速度域高めの高速エリアとなっており、後半がテクニカルなコーナー多めのエリアとなっているため、非常に走り応えのあるサーキットとなっています。ここからはサーキットを走る上での準備項目などを紹介していきます。前回の美浜サーキットでの走行動画である程度紹介しましたが、そこから追加での項目となるため、過去動画と合わせてご覧いただけると幸いです。まずはホイールのトルクチェックです。こちらに関しては走行前と走行後に安全のため確実に実施する必要があり、スープラのボルトのトルクは140ニュートンとなっています。ちなみに私は工具台をケチろうとして低トルクから大トルクまでを一つのトルクレンチでカバーしようと短めのトルクレンチを使ってしまっていますが、トルクかけるのが大変なので使い分けた方がいいですね。ちなみにスープラのホイールボルトの一つに使われているロックナット用のソケットはトランクのこちらの部分に収納されています。続いて牽引フックの取り付けです。こちらはサーキットによっては車両に搭載されていれば OK の場合もあるかもですが、取り付け方法を紹介していきます。スープラのフロント側に関してはこちらのカバーを押し込むことでカバーを外すことができます。カバーが外れるとネジ穴が見えますので、そこにロックナット用のソケット同様トランクに収納されている牽引フックをねじ込むことで装着可能となります。カバーをはめるときは裏側の爪がこのようになっているので、下側を引っ掛けた後に押し込むことで固定される形となります。ちなみにリアのカバーはこちらについており、取り外し方はフロント側と変わりません。次に前回の美浜サーキットからのスープラ関連の装備の変化点についてです。まず動力性の関連でいくと、トムスのパワーボックスを取り付けたことで馬力がアップしています。詳細はこちらの過去動画をご覧いただきたいですが、30馬力ほどアップしていたので、その効果はかなりのほどです。実際メインストレートでビビって全開にできませんでしたが、それでも160キロオーバー出ていたので110キロくらいは出せたんじゃないかと思います。続いてがホイールですね。こちらは前回の走行では純正ホイールでしたが、今回の走行では円形の RS05 を RR に履き替えており、こちらも過去動画で紹介しています。正確に測定はしていないので分かりませんが、純正が単造に対し円形のホイールは中造となっているので、足回りの重ゾロとしては増えてしまっています。正直なところ
コースも違うので違いを感じ取ることはできませんでしたが、その違いを感じ取れるくらいセンサー感度を高めていきたいですね。最後にアイテムとしてレーシンググローブを購入しました。購入したのはアルパインスターズのモーフスポーツグローブとなっています。メーカーのホームページを見ているといろいろと機能が織り込まれており、通気性が良かったりプロテクターがついていたりとしますが、決め手としては実際にいくつか試着してみてこれが一番しっくりきたなと思ったのでこちらを購入しました。身につけるものなのでフィーリングも大丈夫かなと思いますし、実際握り心地もよく急なハンドル操作に対して滑ることもなかったのでかなり気に入っています。これらが前回の走行からの変化点となっており、これらの要素を合わせた今回のベストラップの様子をお届けします。いかがだったでしょうか。こちらのベストラップでタイムは1分10秒316となっていました。まあ遅いですね。他の方の記録などを見ていると1分5秒以内にまずは持っていきたいなと思うところです。やはりまだまだコーナーに対するハンドル操作が不十分であり、アンダーステイを出してしまっている場面が多々あった自覚があり、結果として必要以上にスピードを落としてしまい攻めきれなくなっているのだと思います。もう一つがブレーキですね。メインストレートの長さがそれなりにあり、160キロオーバーからのフルブレーキに対し、周回を追うごとにブレーキの効きが悪くなっている感覚がありました。やはりこちらに関しては、ディクセルのストリート用のテーブルキダストにファットに変更したことも関係していると思われますので、そちらに関しては要検討かもしれません。ただ、記録はともかく20分の走行3本、非常に楽しむことができたのは事実ですので、これからもスープラをいたわりつつですが、サーキット走行の世界にのめり込んでいければと思います。今回の動画の内容としては以上となります。このチャンネルでは他にも新型車の情報や愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。自動車好きの方の参考となる情報を発信していけるよう努めていきますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また、動画内で実施してほしい企画などありましたら、コメント欄までよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。